こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、一般事業主行動計画というのをご存知でしょうか。一部の会社においては策定届出というのが義務化をされております。また、義務化をされていない企業においても、策定届出が非常に増えてきているものの一つかと思います。ただ、この一般事業主行動計画、非常に分かりづらいというところがあります。なぜ分かりづらいか、混乱するのかというと、一つの一般事業主行動計画において、二つの法律が適用されている、特殊なものになってきます。この一般事業主行動計画、この義務対象は101名以上という形になりますけれど、表示項目が一部の法律において追加になって公表義務化をされているという状況になります。また、この一般事業主行動計画の活用について解説をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、一般事業主行動計画といった場合、2つの側面から法律が適用されている状況になっています。一つは次世代育成法に基づく一般事業主行動計画と言われるものと、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画になってきます。こちら、公表届出義務対象につきましては、企業規模は同じなんですけれど、義務対象外の会社において、この一般事業主行動計画を策定しようとしたときに、どちらに基づいて策定をした方が良いのかというのが非常に混乱をするという状況になっております。また、この一般事業主行動計画、それぞれの法律が適用されるものではありますけれど、それぞれの法律におけるこの行動計画策定における認証制度についてもご紹介をしていった上で、では、自分の会社の行動計画のチェックポイントについて最後に確認をしてみたいと思います。まずは、次世代法。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主の計画と活用について見ていきたいと思います。こちらの法律につきましては、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境整備、そして子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組む際に策定をするものという形になります。したがって、両立支援に関わるものなので、育児介護休業法と関わりが非常に深い法律になってきます。そして、ではどのような取り組みをしていくのかという一般事業主行動計画の策定の手順ですけれど、まずは計画を策定していただいて、目標を定める。そしてその上での達成のための取り組みや時期というのを整備をしていくという形になります。そして目標においては自社でヒアリング等をして設定をしていくという形になります。そしてこの次世代法によって従業員数101名以上の企業は策定、届出、公表、周知というのが義務になっていて、100名以下の会社においては努力義務という形になっています。ただしですね、こちら、義務の対象になっている企業に関してはもう 98% 以上の会社が届け出をしているんですが、100名以下の会社においても5万8000社ほど提出をしているというものになりまして、義務ではないからといって放っておくわけにはいかない。この行動計画策定をしてですね、労働環境整備に活躍してほしいと思います。そしてこの一般事業主行動計画と関連があるのが L 星認定と言われるものでして、こちらはですね、仕事と子育ての認定の取得制度というものになっております。従いまして、この一般事業主行動計画、次世代法に基づいて策定をして、その先にはですね、L 星認定の取得というのがあります。この次世代法ですけれど、そもそも男女で仕事、育児、介護が両立する環境整備に関する法律ということで、時限立法ではあったんですけれど、こちら延長されておりまして、2035年、令和17年の3月末まで延長をされているというものになっております。では、一方で、
もう一つの一般事業主行動計画。こちらはですね、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画になります。こちらは、働く女性が個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指す取り組みということで、取り組みとしてのですね、一般事業主行動計画の作成の流れとしては、計画期間を策定をして、目標を設定をして、そしてその目標達成のための取り組みや時期といった環境整備を進めていくものになります。こちらはですね、女性活躍推進法、いわゆる女活法の対象になってきて、従業員数101名以上の企業は作成届で公表、周知というのが義務になっており、100名以下の会社では努力義務となっております。こちらはですね、100名以下の会社では約1万1000社ほどが出している状況になっておりまして、やはりですね、女活法に基づく一般事業主行動計画よりも次世代法に基づく方が作りやすい、そして活用がしやすいといった部分があるのかもしれません。そして、この女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画に関してはですね、公表義務の対象の項目というのが定められております。こちらはですね、必須項目と選択項目というのがあって、企業規模により公表の項目数というのは変わってきますけれど、必ず公表しなければいけないのは男女間の賃金差。そして、令和8年の4月から追加になりますけれど、女性管理職比率というのが必須になってきます。そして、その他にですね、企業規模によりいくつ公表するかは変わってきますけれど、機械提供の実施、そして、環境整備の実績といったものをそれぞれ、公表するという形になっております。そして、この女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画というのを策定をした先にはですね、いわゆるくるみん認定というものがあって、仕事と育児の認定の取得制度の取得というのがあるという形になっております。では、それぞれの法律における認定制度というのを見ていきたいと思いますけれど、次世代法に基づくものでは、くるみん認定というのがあり、こちらは仕事と子育ての両立支援に取り組む企業を認定をしていくものという形になっております。また、女性活躍推進法に基づく認定制度というと、L 星認定ということで、女性活躍に取り組むものを支援をしていく認定制度になっております。くるみ認定に関しましては大きく3段階になっておりまして、さらにですね、近年、不妊治療に関しての取り組みをした場合は、プラス認定というのもありますので、全部で細かく分けると6つという形になります。また、このくるみん認定につきましては、くるみん助成金というのが期間限定で設けられております。以前動画でご紹介はしておりますけれど、主幹がですね、子ども家庭庁という形になっておりまして、助成額は最大50万円。そして、この期間はですね、令和9年、2027年の3月末までという形になっておりますので、延長されるかはわかりませんけれど、ぜひですね、くるみん認定考えている企業は検討してほしいと思います。また、L 星認定につきましては全部で4段階という形になっておりまして、まずはですね、一番第1段階目というところから取り組んでもらえればと思います。ただしですね、この L 星認定につきましては、くるみん認定と異なり、助成金というのが対象になっていないということで、以前はですね、両立支援助成金の中に女性活躍加速化助成金というコースがあったんですけれど、現在は廃止をされているので、もし L 星認定を取得といった場合はですね、自力でやっていただくという形になります。従いまして、L 星認定に関しましては、企業の実績公表等も細かくありますので、やはり義務対象になっていない企業に関しては、くるみん認定の取得の方が取得をしやすいのかなというふうに考えております。そして最後に、じゃあ自社で一般事業主行動計画を策定しよう、作ってやるけどどうなんだろうという場合のチェックポイントですけれど、まずは自社の人数の把握をしてください。一定規模の場合はですね、一般事業主行動計画の届け出が必要という形になります。そして101名企業の場合はですね、両方の法律に基づく一般事業主行動計画を策定をするという形になっておりますので、その場合はですね、両方の要件をいずれも満たし、かつ、計画期間が同一の場合は一体型の届け出というのができますので、ぜひですね、
計画期間合わせた形で、一体型で届け出をした方が良いかなというふうに思います。また、対象となっている会社、企業につきましては、その取り組み期間や取り組み内容ですね、作って提出をして終わりではなく、その実効性の確保のフィードバック、そして改善策というのもぜひ行ってほしいと思います。また、対象になっていない企業はですね、やはりまずは次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定というのを検討してほしいと思います。会社によっては、人手不足である、そして採用がうまくいかない、離職率が高い等々悩みを抱えている企業もあるかと思います。なかなか中小企業で賃金を引き上げていくというのは難しい状況になりますので、やはりですね、両立支援といった環境整備で企業 PR をしていく。そのためには、L 星認定取得というのを対外的 PR に十分活用ができるかと思います。一般事業主行動計画を上手に活用をして、両立支援、女性活躍できる職場づくりを進めていってほしいと思います。ではですね、自分の会社で一般事業主行動計画作成をしていこうというときにどうしたらいいかということですけれど、やはり企業の規模や業種、内容によって異なってきますので、対応を検討してみたいですとか、自社の場合はどのようになるのだろうといった気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。まずはですね、相談をしていただいて、情報収集というのが第一歩かと思います。今日の内容がスカルの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。